僕なりの解釈なんですけど、USDM といえば車のカスタムジャンルの一つっていう風に認識されがちなんですけど、ユナイテッド・ステイツ、ドメスティックマーケット、アメリカ専売市場という意味合いで言えば、ボールペン1本取ってみてもそれがアメリカ国内で流通していたら、それは僕は USDM だと思うんです。なので、一アメリカ好きとして、車だけでなく音楽、ファッション含めて全てにおいて USDM なライフスタイルを送れるのが理想なんじゃないかなと思います。はじめまして、汚れモータリングカークラブのヨッキーと申します。乗っている車は1995年式、CE1 ホンダアコードワゴン 2.2VI を同じく1995年式、北米、CE1 アコードワゴン LX 仕様にして乗っています。1995年の3月に新車で購入して今年で28年所有してます。右ハンドルなんですけど、ホンダ・オブ・アメリカ製、メイドイン USA ってとこも決め手でした。買って3日間はノーマルでした。この車の、カスタムコンセプトは、ベースとして USDM なんですけど、その中でも、1990年代後半から2000年代前半にあったニューストリートスタイルです。この車は交換できる箇所は全て US ホンダ純正パーツをコンバージョンしてます。ニューストリートスタイルっていうのは、言ったら白人目線のユーロカスタムなんですけど、この車のように、メイドインイタリア製の、アンティーラタイプ109クローム、他に、オーストラリア製なんですけどレムスマフラー、もともとフォルクスワーゲンゴルフ3用のマフラーを加工して装着してます。このアコードは足回りにエアサスを組んでるんですけど、時代交渉的にシリンダータイプのエアサスペンション、キャノーバーエアライドシステムを組んでます。ただそれも、エアサスのシリンダーおよび、車体側のアーム類スライス、ナックルショート加工、どちらもフル加工して組んでます。当時よりもより落ちるように、より動作スピードもクイックになるようにフル加工してます。こんな感じ。当時は US パーツの入手が非常に困難で、この車の場合も当時アメリカに買い付けに行く車屋さんにもともとこの車についてた日本仕様のヘッドライトとコーナーマーカーを預けて、カリフォルニア州に行ってもらって、現地で左ハンドルのアコードに乗る、JDM 好きな若いアコード乗りのこと、交渉して物々交換で手に入れたものです。これは、福岡を代表する、ピンストライパーのブーさんによるフリーハンドによるピンストライプです。
セキュリティもですね、当時ものなんですけど US バイパー 560XV っていうモデルを組んでます。アームする時がこんな感じです。で、セキュリティディスアームする時はこんな感じです。セキュリティアーム時に、フィールドセンサーが働くので、それが反応する動作に関してはこんな感じです。こんな感じですね。28年間かけて、コツコツカスタムしてきて、自分なりに、完成形だと思っているので、これから大きなカスタム予定は、正直ないです。ただこれからの課題はキープクリーン、綺麗さの維持と、あとはやっぱり車としての機能、メンテナンスの2点ですね。はい、ライフスタイルの中心であり、この車を運転している時が一番リラックスする時間ですね。今年でもう28年目なんですけど、乗るたびにやっぱり新鮮な気持ちになるし、飽きるとかは全くないですね。